ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は2023年7月中旬、羽生結弦のプロ転向からなんともうすぐ1年が経とうとしています。ということで、この動画は1周年記念特別動画です。この素晴らしい1年を皆さんと一緒に祝福しちゃうよ。やっと来た。だよね。はい。羽生選手のプロ転向会見から今日までの挑戦と奇跡を振り返り、彼がフィギュアスケート界にもたらした驚異的な変革をこの動画で一緒に見ていきましょう。ありがとうございます。羽生結弦選手のプロ転向の決断は競技人生における大きな転換点であり、彼のフィギュアスケートへの情熱と才能がより輝きを放つ新たな未来への道を切り開きました。この1年間、羽生結弦選手は進化し続け、驚異的な技術と美しいパフォーマンスで私たちを魅了し続けていますよね。大好きなので。わかるよ。羽生結弦という存在は多くの人々に希望と勇気を与え、フィギュアスケート界全体に新たな創造と輝きをもたらしました。かなり。ここから羽生結弦選手の素晴らしい未来への期待を膨らませましょう。羽生選手のプロ転向1周年を祝福します。わあ。プレ祝福だけどね。 OK。こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手、フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？プロになった羽生結弦選手をより全力応援して幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。チャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。はい。動画ではタイムラグのある情報もコミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。また2021年9月に始まったメンバーシップでは6月23日で21ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報をメンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。ってことで、まずは羽生結弦選手の1年を振り返ってみましょう。じゃん。2022年からいきます。7月18日、羽生結弦選手が決意表明として翌日記者会見をすると発表しました。7月19日、決意表明の場でプロ転向を発表。8月7日、公式 YouTube チャンネルを開設しました。8月10日、12時からシェアプラクティスを YouTube チャンネルでライブ配信。そして8月27日、24時間テレビで助走とロンドカプリチョーソを披露しました。11月4日、5日、2日間でプロ転向初の単独アイスショープロローグ横浜公演を開催しました。そして12月2日、3日、5日、プロローグ八戸公演。あとは12月18日、サプライズで仙台市長杯に登場します。パリの散歩道を披露しました。あとは何だろう。12月31日、紅白歌合戦2度目の出演ですね。そして年が明けて2023年2月26日、史上初の東京ドーム単独公演ギフト開催しました。3月10日、11日、12日、3日間、ロッテステラータ宮城。日本初の体操内村航平さんとコラボ出演をして
アイスショーを開催しました。3月30日、31日、4月1日、スターズ・オン・アイス大阪公演出演。4月3日、4日、5日、スターズ・オン・アイス欧州公演出演。4月6日、7日、8日、9日、スターズ・オン・アイス横浜公演出演。そして5月28日、29日、30日、ファンタジー・オン・アイス幕張公演出演。6月2日、3日、4日、ファンタジー・オン・アイス宮城公演出演。6月16、17、18日、ファンタジー・オン・アイス新潟公演出演。6月23日、24日、25日、ファンタジー・オン・アイス神戸公演出演。と、ここまでの道のりをご紹介してきました。まとめると、チケットのあるアイスショー出演回数31回、フィギエモンがアイスショーに行った回数15回、スケートリングからの露出回数34回、動画配信は多数です。こんな感じで凄まじいほどの出演をしていた1年だったことが、この年表を改めて見てみるとすごいなって思いますよね。本当に。そんな中でも羽生結弦選手プロ転向の決断、これがあったからこそのこの1年です。そして一番気になる決断の決め手はというと、本当のところ何だったのか気になるよね。2022年7月18日夕方、フィギエモンは決意表明という記者会見が開かれることを知りましたね。え、この時なんだかこれは怖いぞ、そんなことを、瞬間頭をよぎりました。まさか、いや違う、堂々巡りだったあの時、みんなもそうだったんじゃないかなと思ってライブ配信をしましたよね。その時のライブ配信を今見てみると、また違ったことをね思うんじゃないかなって思うので、興味があったら今見てみてくださいね。 OK。 そして7月19日、決意表明です。表情が若干こわばっているように見える羽生選手が冒頭に話した言葉は、まだまだ未熟な自分ですけど、プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意いたしました。実は最近ふとね、この決意表明が見たくなって全部見たんですよね。すごいでしょ？すごい偶然だよね。ただこの時の映像を今見ると、なぜだか涙が溢れてきました。あの会見を見ていた時は全然泣かなかったフィギエモン。でも今改めて見てみると、羽生選手のいろんな本当の思いが断片的にですが明かされた後だからか、
言葉がね、胸に響き、溢れる涙を抑えることができませんでした。本当はこの時こう思ってたんだよね。言葉にはできないけど、だけどあの時こういうことを思い出してたんだろうな。そんなことがね、今なら見えてきます。最初の質問はこんな質問でした。競技者として勝負の場から離れる決断に至ったのはなぜでしょうか。これね、質問されてみてわかることなんですが、私たちが一番知りたいことをね、最初に質問してくれましたね。この質問に対し羽生選手はこう答えています。もっともっと試合っていう限られた場所じゃなくて、もっといろんな方法で自分のスケートを見ていただく機会があるのかなというふうに思っていますし、作っていきたいなって考えているので、ぜひ楽しみにしていただきたいなって思っています。この回答をね、今聞いて皆さんどう感じますでしょうか。きっとここでは言えない深い傷があって苦悩の末の決断だったのだと思わずにはいられません。いつもはっきりとした質問に対して答える羽生選手が、ここでは決断の理由を語っていないですよね。緊張していたとも言えますが、一番聞きたい決断の理由を未来のことに置き換えて言っているのは、はっきり言えない事情があるように感じちゃいました。いずれにせよ、ここではプロとしてもっと上手くなるように、競技者と何ら変わらず高みを目指していくということを言ってたように感じます。何ら変わらない。だけど向く方向が違う。今まではジャッジの方を向いていたのをファンの方に向くようになる。観客として見ている方に向けてやるようになる。その評価をダイレクトに受ける厳しい道のりを選んだ。そんな風に感じる1年前の決意表明の場での羽生選手の言葉でした。 OK。 そして次に迎えるのは、プロとして初舞台となったシェアプラクティスです。公式の場で羽生結弦選手ができることとして自分の練習風景をいつも練習しているアイスリンク仙台からライブ配信をしてくれるという前代未聞の企画です。よかったら楽しんでください。そう言われているような、今まで見せてくれなかった本当の練習風景を見せてくれる気がしました。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。はい、本当に楽しかったです。そろそろシェアプラクティス、今年のバージョン見せてくれるのかな。わかんねえや。了解。ということで、シェアプラクティスに湧く中で次にやってきたのが24時間テレビでした。ここでは北京オリンピックの時に穴にはまって4回転サルコーが抜けてしまったこと、試合直後のインタビューでは氷に嫌われたという言葉を放っていましたが、プログラムごとトラウマになっていたことを語ってくれました。はい。そして素晴らしい演技で本当のロンカポを見せてくれましたよね。できた。 OK。 次にやってきたのはじゃん、じゃん。11月4日5日に開催された単独アイスショープロローグです。単独アイスショーって、そりゃ私たちの中では羽生結弦選手だけのアイスショーだったらいいな、いやでも無理だよねっていうベースで今までよく話したり妄想してたりしましたけど、本当に一人だけでアイスショーやっちゃうとかやばすぎですよね。この公演の前、私たちはそれは激しいチケットの争奪戦をしていたことを思い出さずにはいられません。チケット取るの大変っていうことを聞いて、なんか僕としてはそんなに需要あるのかって、自分のスケートそんなに需要あるのかなってすごいドキドキしてるんですけど、私たちは本当は何を見たいのか、それがね、この結果として分かるものだったんじゃないかなと思います。 OK。 イゲモンは幸運にもプロローグ横浜公演の初日のチケットを二次抽選で当てることができて、本当に幸せでした。でもチケットがどうしても当たらなくて泣いてる、そんな人が多数いる状況だったのを思い出します。この時のアイスショーの観戦記動画、観戦後のライブ配信のアーカイブがありますので、興味がある方はぜひ見てみてくださいね。 OK。
プロローグ八戸公演は3日間やったにもかかわらず、東北で開催されたにもかかわらず、チケット全然取れなかったんですよね。取れた人ももちろんいるんだけど、横浜も八戸も当たらないっていう人が結構な人数いて、羽生結弦選手の単独公演のチケットの取りにくさをひしひしと感じた八戸公演でした。こんなに違うんですね。はい、そうですね。単独公演はこれからも違うかなって思ったりします。横浜公演と八戸公演は内容は同じでしたが、会場が違うので見え方も違って、やっぱり八戸公演も行きたかったなと今でも思うフィギュアモンです。ということで、プロローグ八戸公演最終日の映画館でライブビューイングしていたフィギュアモンなんですが、あれがありましたよね。最後の最後、東京ドームで2月26日ギフトを開催するよっていうお知らせ。これびっくりしましたよね。いや大変だね。いや、みんな大変でしたよ。地方の人はホテル取らないといけないしね、やることがいっぱいです。でもプロローグ終わって次の予定が分かっていない中でのこのタイミングで次の公演のお知らせがあるのはめちゃめちゃ嬉しかったですよね。お待たせしました。お願いします。羽生です。 OK。 そして次に羽生選手が公の場に出たのが12月18日アイスリンク仙台で開催した仙台杯で、サプライズ登場の時でした。この時パリの散歩道を披露したんですよね。いや、これにはね、みんなびっくりしたよね。パリの散歩道を見るのは久々だったから、今のパリさんが見れて嬉しかったのを覚えてます。大好きなので。そしてこのプロ転向した2022年の締めくくりは12月31日の紅白歌合戦でした。羽生選手にとって2度目の審査員としての出場となる紅白歌合戦は、黒柳徹子さんの隣の席で微笑ましい姿、そして大好きな歌手の生歌を聴いて思いっきり歌ってる羽生選手の姿が、全国に全世界に流れましたよね。はい。この羽生選手の素晴らしく楽しそうな姿にプロになった楽しさみたいなものが見えてきて安心した、そんな2022年の年末でした。 OK。 そしてやってきました。2月26日東京ドームで開催されたギフトです。もうこれお祭りみたいな感覚で、東京ドームに氷を張るなんてどんな公演になるんだろう。そんなワクワク感と生で見られる楽しさ、そして一人でどれだけのことをやってくれるんだろう。プログラムは何？そんないろんなやばい楽しさが入り混じったギフトでした。やばい、楽しい。そうですね、楽しかったっていう言葉だけで表現するには惜しい、そんな壮大なスケールのものを見た感覚でしたよね。本当に？はい、やっぱり羽生選手って期待を裏切らない、それがすごいところだなって改めて思ったフィギュアモンです。本当にありがとうございます。今日本海外のディズニープラスでこのギフト特別編を見ることができますので、毎日楽しんでる人も多いのではないでしょうか。全世界配信されるぐらい誰もできないだろう物語がここにはあります。フィギュアモンはギフトで一番良かったところを言うと、声出し応援を思いっきりして、それが聞こえているだろう羽生選手が、最近ずっと見られなかった思いっきりの笑顔と幸福そうなお顔だった、そのことがね、印象に残っています。ぜひギフトを見てない方がいらっしゃいましたら、ディズニープラスで見てみてくださいね。 OK。 そして次の公演は、内村航平さんをギフトに迎えたノッテ・ステラータでした。ご褒美です。ある意味ご褒美でした。羽生選手はここで単独アイスショーにせず、体操界のキングを呼んでスケートと体操のコラボということを実現させました。フィギュアモンは3月11日、12日と2日間見ることができたんですが、両方の日が違う良さがあったんですよね。東日本大震災の起きた日である3月11日にあの場で羽生選手のスケートを見ることができたことは忘れられない思い出になりました。
開演する前、黙祷をした時の感覚をフィギエモンは忘れることができません。そして3月12日は最終日。この日 YouTube にも期間限定で今アップされている羽生選手が踊り狂うダイナマイトを間近で見ることができました。最後の最後、出演者みんなで称え合う姿が何とも楽しくて美しくて、12日は一般発売で最後の最後取ることができたチケットだったんですが、生でこの様子を見ることができて、幸運にも近い席でね、もう本当に素晴らしい体験でした。本当にたくさんのことを考えてきました。そうですよね。その成果が一つ出た場所だったんじゃないかなって思いましたよ。 OK。 そしていきなり出演が発表されたスターズオンアイス。大阪、欧州、横浜と全10公演すべてに出演というから、ちょっと驚いた方も多かったんじゃないでしょうか。頑張ります。そんな言葉が聞こえてきそうなノッテステラータからわずか2週間後に10公演出演というハードスケジュールをこなしてみせた羽生選手。ここがなんか僕の居場所というか、そうですね。スケートリンクの上が羽生選手の居場所なんだって再認識した時でもありました。よかったら楽しんでください。ノッテステラータの後だし、スターズオンアイスに行くかどうか、一瞬躊躇したところもあったんですが、チケットの取りやすさと日帰りができる横浜で開催っていう理由から、結果的にフィギエモンは横浜公演全4日間通うっていうことをやりました。すごいでしょダ埼玉から横浜って結構遠いんで、往復4時間弱かかりますからね。それでも行った甲斐がある、スターズオンアイスの羽生結弦選手の演技でした。何がすごいかって、今までただの一度もやったことがない毎日プログラムを変えるっていうことをやったんですよね。それではご覧ください。そう、毎日ご覧くださいって言われているようでした初日はオペラ座の怪人。これは2014年から15年シーズンで使用したフリースケーティングのプログラムです。ジャンプをバシバシ決め、あの時よりうまいんだぞっていうことをもうアピールしているかのような演技でした。そして2日目はアシュラちゃん。東京ドーム開催のギフトの中で新プロとして披露したプログラムです。ギフトの時から少し振り付けが変わったアシュラちゃんは、よりアイスショーの盛り上がるプログラムとして大成長を遂げた、そんなプログラムでしたよね。嬉しいです。スターズオンアイスではアシュラちゃんを4回演じたわけですが、回を追うごとに観客と一体となれるようなプログラムへと変化していきました。 OK。 3日目はあの夏へ。これはギフトの中で新プロとして披露したプログラムですが、大盛り上がりのアシュラちゃんに対して、あの夏へは龍神様を演じているからか、どこか不思議なお得意の人間じゃないやつです。これはね、ファンの中でも秀逸だと話題になっていましたよね。この3つのプログラムを日替わりで演じ続けた姿を私たちは見ることで、羽生結弦選手のプロとしての変化を感じました。今までとは違うんだぞ、そういう意気込みを感じる4月だったのを思い出します。 OK。 あとは何だろう。そう、ファンタジーオンアイスです。昨日のことのように思い出されるファンタジーオンアイスですが、ここでまたしても2つのシンプルを見せてくれました。幕張公演と宮城公演ではダパンプのヒット曲 IF の生歌で演じました。切ないバラードをブレイクダンス、コンテンポラリーダンスなどの今までの取り入れたことのないジャンルの動きを取り入れ、曲のイメージをそのまま演じる IF は圧巻としか言いようのないような、そんなパフォーマンスで、特に MG キックをするような体勢を取りながらショートサイドを見るという動きが特に印象的なプログラムでした。 OK。 特に幕張公演の初日がこれすごかったです。そして新潟公演と神戸公演では、記憶に新しいところですが、中島美嘉さんが歌うグラマラススカイに乗せてムードたっぷりにパンク風帽子と赤いマント風ジャケットを着て演じる羽生結弦選手は、キャーキャーワーワー騒いじゃってくださいって言わんばかりのいでたちで、最後のハイドロを極限まで見せる、
そんな印象的なプログラムでした。どっちも僕らしさが出てるかなと思います。そうですね。どっちがいいとも言い切れない。もっと言うと、こんなにたくさんのプログラムがあるといろんな方向からファンが増えていく、そんないろんな羽生結弦というスケートを存分に見せてくれたプロ1年目でした。本気でやります。皆さん、この1年いろんなことを考えて羽生選手の演技を生で見たり、テレビで見たり、映画館で見たり、いろいろしてきたと思いますね。フィギエモンはこの1年を振り返ると、自分自身忙しい1年だったなっていうのが一番最初に出てきます。見るだけでも結構大変なスケジュールということは、やる方はもっともっと数百倍ぐらい大変だと思いますだから羽生選手の健康が気になるかなっていうのはあります。フィギエモンも羽生活をする中で今まで以上に健康に気をつけて、ずっと生観戦できるようになりたいなっていうふうに思ってます。いつも応援ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。この1年の中で一番好きな瞬間をちょっとお話しすると、プロローグ横浜公演で初めて見たいつか終わる夢でした。題名の通り夢の中にいるようで、自分が一瞬にして宇宙空間に飛んでいってしまうような、そんな、この世にもういないような、そんな感覚がした不思議な感動的な瞬間でした。羽生選手のスケートを見に行くと、いつもどこかに飛んでいくような感覚になって、プログラムによって飛んでいく場所が違うんですけど、それが好きだったりするんですよね。唯一無二の瞬間、これをくれるのが羽生選手のスケートだってフィギエモンは思っています。そして最後になりましたが、羽生結弦選手、プロデビュー1周年、本当におめでとうございます。まだ7月19日は来てないので、まだまだお祝いさせていただきます。今日は羽生結弦プロデビュー1周年記念挑戦と奇跡のメモリーズと題して、プロの羽生結弦選手を振り返ってきました。この動画を作りながら思い出すあれやこれ、見ているあなたに蘇る素敵な記憶のお手伝いができたなら嬉しいなって思います。ということで、次回は羽生結弦選手プロデビュー1周年の日、7月19日に公開する皆様のリアルな声をまとめた感動の動画です。実はね、まだ全然手をつけてないんですが、なんとか間に合うように頑張りますので、お楽しみにしていてくださいね。皆さんからもぜひエールコメントをもらえると嬉しいです。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。フィギエモンでした。さようなら。よろしくお願いします。